9時をお知らせします。This program is Whiskey Radio, Drama FM. 時刻は午後9時を回りました。金曜日の夜のウイスキーラジオ、ドラマ FM のお時間です。お相手はナビゲーターのシーカーでお送りします。この番組ではウイスキーニュースをはじめ、バーで見かけたら一度召し上がっていただきたいウイスキーをご紹介していきます。ぜひお酒を飲みながらどうぞ最後までお付き合いください。先週ウイスキーフェスティバル2025 in 東京に参加してきました。今回も素晴らしいウイスキーが勢ぞろいしており、非常に楽しいイベントでした。特に印象に残っているのはダブリン空港限定販売のアイリッシュウイスキー2スタックス。日本に12本しかないインドウイスキーインドリディワリー2024。丹波木桜の100周年記念ボトル丹波カスクストレングス。揚げたもの以外でも非常にユニークで魅力的な味わいのウイスキーが並んでいました。来年リリース予定の情報や今後の蒸留所の戦略など非常に興味のあるお話も伺うことができ、楽しみが増えましたね。ウイスキーファンにはたまらない貴重な体験ができるウイスキーフェス。まだ参加したことがないという方がいらっしゃいましたら、来年も様々なイベントが予定されていますので、一度行かれてみてはいかがでしょうか。それでは海外ニュースをお届けしたいと思います。アイルランドのウイスキー史の中でしばしば失われた名手と語られるオールドコンバー。その長い沈黙を破り復活から数年、今年ブランド誕生からちょうど200年を迎え、特別なシングルポットスチルウイスキー2種類が新たにリリースされることになりました。オールドコンバーは現在、北アイルランドダウン州のエクリンビルディスティラリーによって作られています。そして同蒸留所はアイルランドでも唯一、原料の大麦の栽培からモルティング、蒸留、熟成、そしてボトリングまで全てを敷地内で行う。完全シングルエステートウイスキーとしても知られています。今回発表されたのは次の2本。1本目はオールドコンバー7年シングルポットスチル。アルコール度数 46%。これは今後ブランドの定番ラインナップとなるコアレンジ商品で、若々しさとクリーミーな甘さが魅力の親しみやすい味わいです。そして2本目はオールドコンバー7年シングルポットスチル200周年記念エディション。アルコール度数 50%。限定216本のスペシャルボトルで複雑さと深みが共存するアニバーサリーにふさわしい1本です。両商品とも仕上げにオロロソシェリー、トゥイニーポート、ルビーポートの3種の樽を使用。実はこのポート&シェリーダルフィニッシュはオールドコンバーが創業した1825年から続いてきた伝統的なスタイル。200年前の味わいの系譜を現代に受け継ぐという特別な意図が込められています。オールドコンバーの起源は今から200年前の1825年。当時ダウン州にあったコンバーディスティラリーズはアイルランドを代表する大規模蒸留所の一つとして名を馳せました。しかし1953年、蒸留所は操業を停止し、オールドコンバーは幻のウイスキーとなります。それから時は流れ、およそ70年。エクリンビルディスティラリーは失われたオールドコンバーの名を復活させ、その味わいと精神を現代に蘇らせました。エクリンビルディスティラリーが特にこだわるのがシングルエステート。大麦は自社農場で栽培し、フロアモルティングという古典的な製箔法で加工、仕込み、発酵、蒸留、樽詰め、熟成、そしてボトリングまで全てを一つの土地で行います。この方式はアイルランドではオールドコンバーだけ。そして歴史的にもかつてオールドコンバーの原料は地元農家と地域の大麦製箔所から調達されており、土地と密接に結びついたウイスキーでした。エクリンビルはその伝統を忠実に受け継ぎ、テロワールをウイスキーに反映させています。
200年という長い歴史を背負いながらも、失われた70年を乗り越えて復活を果たしたオールドコンバー。その物語はウイスキーの原点である土地と伝統、そして時間の価値を静かに語ってくれます。今回の新リリースはその象徴ともいえる重要な節目です。動画の概要欄に公式サイトのリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ドラム FM では皆さんからのお便りを募集しています。いただいた内容は番組内でご紹介させていただきますので、おすすめのウイスキーや素敵なバーのご紹介などをコメント欄にお寄せください。感想や質問も大丈夫です。たくさんのお便りをお待ちしています。それでは今日のゲストなんですけども、この番組ではゲストと称しまして、私が購入したウイスキーを皆さんにご紹介したいと思います。本日は新道蒸留所から新道エクスペリメンタルフォアコアーズ01です。新道蒸留所は福岡県朝倉市にて2021年8月に稼働を開始しました。100年前に高峰丈吉博士が麹を使ってウイスキー製造に挑んだ志に触発され、伝統と革新を融合させた設備と製造技術を導入。福岡で独自酵母による発酵や科学と職人技の融合により重層的な香味を追求しています。特徴として通常使う酵母に加え、もう一種の独自酵母を加えて奥深い香りを実現。さらに最新のオーダーメイド装置で精密に管理しながら、重要な過程は熟練スタッフが手作業で調整します。2025年の国際的な評価も上々で、新道ニューボーンシリーズやニューメイクピーテッドなどが世界ウイスキーアワードやインターナショナルワイン&スピリッツコンペティション、東京ウイスキースピリッツコンペティションで数々の賞に輝き、高い評価を受けています。また蒸留所見学ツアーも実施しており、五感で味わうウイスキーの魅力を体感できます。もっといいものを挑戦と探求を続ける福岡の蒸留所、新道ディスティラリー、今後も目が離せません。The Quest for the Original の理念に基づき、2025年に開発した新道エクスペリメンタル01、それをベースにさらに深いテーマを持ってこだわりを注ぎ昇華させたのが新道エクスペリメンタルフォアコアーズです。コアーズ01では難易度の高いクリダルを主役に据えて、クリダル 55%、バーボンダル 43%、コニャックダル 2% でバッティングしています。どんな味がするんでしょうか。ではストレートでいただいてみたいと思います。はい、注ぎ終わりました。色味は深みのあるブラウンですね。早速香りからいただいてみたいと思います。トップは苦みのあるスパイシーな木の香り。ミドルはメープルの甘い香りに火の通った栗。ラストノートはバターキャラメルの香りがします。では味わってみたいと思います。口当たりは滑らかでボディはミディアム。香ばしい栗の風味が広がり、バニラやメープルの甘さが後から追いかけてきます。ややウッディな渋みにペッパーやクローブのスパイシーなキック。フィニッシュはバタートーストのコク。
キャラメルキャンディーの甘い風味が優しく余韻に続きます。これはいいですね。開けたてということもあってややアルコールの力強さは感じますが、フルーティーな味わいが特徴だった前回のファーストリリースと比べると、今回は上品でくどさのない甘さが終始感じられ、後半にスパイスとボリュームのある余韻が程よい満足感を演出しています。非常にバランスの取れた完成度の高いウイスキーでした。これはストレートが良さそうですね。もしバーで見かけることがありましたら、ぜひ召し上がってみてはいかがでしょうか。そろそろお時間となりました。次回のゲストは福岡県の新道蒸留所から新道エクスペリメンタルフォアコアーズ02をご紹介したいと思います。このラジオが気に入っていただけましたら、コメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは良い週末を。お相手はシーカーでした。